タモリさん面白いですか？僕はタモリさん好きですけどね。好きですけどねって言いつつ、タモリさんが面白かった瞬間を抜き出せと言われると難しいんですよ。これはなんで難しいかっていうと、タモリさんは面白くない人をなんとなく喋らせる能力が高いんですよ。テレフォンショッキングっていう毎日平日20分ぐらい誰かと喋る番組っていうのを3、40年以上やってると思うんですけど、あれってどんな人が来てもそれなりに番組として成立する話に持ってけるんですよ。他の人がそれなりに面白くなるような空気感とか話の引っ張り方なんですよ。じゃあ今までのテレビ番組の司会で話聞くときに髪切ったっていうやついた？話ってね、何でもいいのよ。別に髪切ったでも、爪綺麗だねでも、何でもいいんだけど、相手の人が話を広げられるものと間を作らないっていうのが大事で、内容ってね、結構どうでもいいんですよ。友達同士で、マックで話してる時に、何の話したかって覚えてるかっていうと、多分ね、5% も覚えてないと思うんですよ。なんとなく楽しい話をしたっていう空気感が作ればよくて、気持ちよく話をする。で、聞いてる側も気持ちいい。で、時間が過ぎた。で、いいんですよ。っていうのがあって、そこら辺のそのね、対処能力とか、紙の話をする。話を振るのもそうだし、相手が返してきた話に対してちゃんと乗っかるっていう。だから間の取り方だから、もともとその、タモリさんがジャズの人だっていうのがあるんですけど、やっぱりそのタイミングと間というのと相手が喋ってるか自分が喋るかっていうので、喋ってるリズム、話下手な人がぶつかっちゃうと、お互い無言になっちゃうんですよ。お互い無言を作らないために話をする。で、これ乗っけるっていうのをちゃんとできるかどうかっていう、あの能力はね、なかなか他の人では見ないっすね。YouTube にあると思うんですけど、テレフォンショッキングの時間に、おかしな素人が上がってきちゃうとかもあるんですよ。で、その時も結構ね、普通に受け答えしてるんですよ。あと誰だっけ？歌手の人でね、俺タモリ嫌いだからみたいなので、小田和正なんかね、めちゃくちゃね、仲悪くて、揉めてる時とかも、揉めてる小田和正さんと会話をね、ちゃんとやってるんですよ。気まずっていうね、その気まずいところもエンターテインメントに持ってくみたいなのがあって、どんな相手でもちゃんと放送できるレベルまで持ってくっていう、その能力がね、生放送でできるのがすごい。YouTuber の人って動画をいくらでも編集できるし、効果音とかつけて、なんとなく面白くなったりとか見えるようなものを作れるんだけど、あれを演出とかその編集とかなしで、リアルタイムな状態で誰が来てもできるのを30年間やり続けたっていう、会社員としての能力だよね。だって僕だったら寝過ごすもん。遅刻とかね。あれがだからその、覚えてるほどめちゃくちゃ面白い話があったかと言われたら、そんなにないのよ。ヒカキンさんの話だからも、ヒカキンさんの動画でめちゃくちゃ笑えるのがあったかっていうと、そんなにないっていう話をしたと思うんですけど、でも、大体見れるんですよ。大体見れることを10年とか続けるって、誰も傷つけないのを10年とか続けるは、やっぱすごいんですよ。僕ほら、すぐ人をバカにして笑いを取るじゃないですか。安易な笑いに逃げるんですよね。っていう感じで、これやったら楽だよねっていうところに行かないで、ずっとやり続ける、一定のクオリティを保てるっていうのは、あれは才能なんで。なので、タモリさんのね、なかなかね、あの能力がない。で、タモリさん面白いの。これ。そうそう。だからね、タモリさんの能力は、面白いではなくて、面白くないを作らないなんですよ。めちゃくちゃ面白いことができるときに、めちゃくちゃ滑るっていう芸人さん結構いるんですけど、30点を切らない、40点を切らないっていう、40点以下にどんな人が来たとしても落とさないっていう、そこのクオリティなんですよね。会社員って100点を取れる人ってほとんどいないんですよ。100点取れるんだったら個人事業主とか経営者になった方がよくて、ただ、お客さんに対して一定の満足を与える。八百屋さんだったら美味しい野菜を売るとか、腐ってない野菜を売るとか、最低限のレベルをちゃんと守る。そこのね、社会人能力っていうのがね、タモリさん高いんですよ。でね、あとね、タモリさんはね、たまに本当にね、放送できないことをやるんですよね。4カ国語麻雀とか、イグアナのモノマネとか、赤塚不二夫さんとセックスした話とか、タモリさんが本当に面白いものをやろうとしたときは、本当にね、社会が許容できない方向の面白さなんですよ。赤塚不二夫さんが家にずっと居候していて、なんかある時に男同士でもやる奴らはいるらしいじゃないかと。で、俺らはそんな気分にはならんが。とはいえ、あれがいいと思ってる奴がいるわけだから、挑戦しようって
って言って、男同士で全裸になってオチいじったりしたらしいんですよ、赤塚不二夫さんと。っていうのが僕はめちゃくちゃ面白いと思ったけど、放送なんかできるわけないでしょ。っていう感じで、そういうのをこう挑戦するという面白さで、面白さっていうのは、テレビが許容する面白さとか、大衆が理解する面白さとか、ごく一部の人しかわからない面白さとか、面白さって結構いろんなバリエーションがあって、例えばトンネルズとか内輪受けをよくやるんですよ。スタッフの誰々みたいな笑いを取るみたいな。っていう感じで、このグループのこういう人がこういうことやってるよねって分かるから面白いっていう笑いだったりとか、いろんな面白さがあるんですけど、タモリさんはマジでごく一部の人しか分からない、ものすごいマニア向けな面白さをたまに出してくるんだけど、本当に面白いやつはタモリさんはテレビに出せない面白いやつをやるみたいな。なので、面白いもちゃんとね、持ってるんですよ。ただ持ってるけど、それをね、ほとんど出してこない。なぜならテレビで出せないから。赤塚不二夫も動画してるんだけど、タモリも動画してる。例えばバナナが滑って面白いみたいなのって僕は好きじゃないんですよ。でもなんかバナナが滑って転んだが面白いと思う人っているじゃないですか。そういう人にとっての面白いはバナナが滑るレベルだし、なので面白いというのは人によっては評価は分かれるよねと。ただタモリさんは一般大衆向けだったら40点を切れないとか、テレビに出せないぐらいの面白さを持つとか、ただその教養という面でこういうのってこういうのあるよねみたいな、ある程度知識がある人が話を聞いても面白い、興味深いっていう点を出すとかっていうのもあったりするので、そこら辺のなんかいろいろな能力に特化しているというところでいくとやっぱすげえよなっていうふうに僕は思うので、はい。我々ツボが分かれるので、なのでそこをなんか俺はつまらんっていうのはまあそうだなとは思いますけどね。はい。ひろゆきさんがいいともレギュラーだった頃の話を教えて。あれですよね。僕がいいともレギュラーだった頃に、タモリさんと、あれ誰だっけ？タモリさんって今は割と温厚な性格のおじさんというイメージなんですけど、昔結構めっちゃ尖ってたんですよね。オフコースの人だっけ？いいとものテレフォンショッキングの20分後の時にめちゃめちゃ仲の悪い人が来て、で相手の人は超怒ってるし、タモリさんは一応気を使ってるんだけど、小田和正さん仲良くする気がないっていう、タモリさんもねその空気をちょっとねいじって笑いにするみたいので、小田さんのピリピリしてるのが余計なんか小田さんが怒ってそうみたいなことをやってたりしたんですよ。昔もともとはその密室芸というか、あんまりテレビに出せないようなネタをやる人っていうのもあって、なので変わったことをやる芸人さんっていうポジションだったんですけど、いいとも長年やり続けて大人としてすごい丸くなってまっとうな人だったんですけど、昔のまだ尖った頃のタモリさんの逸話っていうのがいいともとかの YouTube で探す出てくるので、それを見るとイグアナの携帯模写とか4カ国語麻雀とかやってるんですよね。花もげら語っていう、この人は中国語を喋ってる気がするんだけど何言ってるかわからないっていうのとか、イタリア語を喋ってる気がするんだけど何言ってるかわからないみたいな、それっぽい外国語の人たちが4人で麻雀をやるっていうのなんですけど、タモリさん日本語以外喋れないんですけど、イタリア人が言ってそうな感じがするっていうのなんですよ。でなんかタモリクラブかなんかで4カ国語麻雀を中国語部分を中国人に聞かせたら、こいつは何人だと思うって聞かれた人が、中国人がね、こいつは中国人だと思うよ、でも何言ってるかよく分かんないんだよねっていう、中国人も中国人っぽいと思うんだけどでも言ってる言葉が変だよねっていう不思議な状態になる、そういう才能を持ってる人なんですけど、なので興味があったらそこら辺の昔のタモリさんのいいともで探すといいんじゃないかなと思うんですけど、徹子の部屋っていうギネスにも載ってると思うんですけど、めちゃめちゃ長く続いてるテレビ朝日の番組があるんですけど、でそれに1年に1回タモリさんが出て話をするっていうのがあるんですけど、でその時に割と黒柳徹子さんが無茶ぶりしてくれるんですよ。大御所になってもう60過ぎてからだと思うんですけど、やっぱり4カ国語バージョンやってくださいよとか言われると、タモリさん黒柳徹子さんには断れないので、いい年こいてもやってくれるっていうので、素のタモリさんが見れるのは多分徹子の部屋ぐらいなんですよね。どんな番組出てもタモリさんって大御所枠として扱われちゃうんですよ。タモリさんみたいな報道番組なんか出た時に1時間だか90分だかほぼ喋らなかったっていうのがあるんですよね。最初の紹介だけして、でもなんかタモリさんがいるよねっていう重鎮感があって許されちゃうんですけど、やっぱ大御所黒柳徹子さんがどれぐらい大御所かっていうと、テレビができた時のほぼ初期のアナウンサーとかなんですよね。NHK とかができましたみたいな頃に、私アナウンサーやりたいみたいなこと言い出してやり始めて、でその人が未だにテレビに出続けてるっていう。黒柳徹子、あれ僕アンドロイドじゃねえかなと思うんですよね。なので興味がある人は黒柳徹子でググってみてください。タモリさんじゃなくて黒柳徹子さんの味になっちゃいましたね。はい。
ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。